皆さん、こんにちは、こんばんは、ホビービルドクラスの HBR9 です。今回は、1977年に東京12チャンネル、現在のテレビ東京で放送された、解決ズバットを、2004年にバンダイが、ソフビ技術を駆使した新シリーズ、ソフビ魂の第9号として販売した、ズバットのソフビと、放送当時からの視点も交えて解説した動画です。解決ズバットは、1977年2月2日から9月28日に、東京12チャンネルで、忍者キャプターの後番組として、水曜日の夜7時30分の枠で放送されました。全国14局で放送されましたが、放送のない地区も多く、放送時間も、東京とは異なり、夕方や朝に放送された、エリアが多く、マイナーな特撮番組に分類されていたこともありますけども、他に、類を見たい、独特の世界や、ヒーローキャラで、根強いファンが多い作品でした。解決ズバット、360度回転、解決ズバット、3つの企画とズバットカー、解決ズバット、ズバットアタック、解決ズバットは、東映的には、地用人ビビューンの後番組として、NET の枠を想定していましたが、東京12チャンネルの忍者キャプターが3クールで打ち切りになったため、その後番組としてスタートしました。私立探偵、早川健が、強化服ズバットスーツを身につけたヒーローで、ズバットスーツは白いギターに収納されていて、変身というよりも、素早く着替えているという感じで、赤いムチのズバット十字剣を武器に、怪力で、ピストルを丸める力を持ちますが、強化スーツの着用は、5分のタイムリミットがあり、オーバーすると、スーツが鉛のように重くなり、着ている人間はバラバラになってしまうため、耳の位置に、タイマーが装着されています。スーツの機能は、ジャンプ力400メートル、1000度の高温から、零下100度に耐えられ、20キロメートル以内の音を聞き分けられ、スーパーカー、ズバッカーを操ります。撮影用の解決ズバットスーツの種類は、ウェットスーツとレザースーツの2種が用意され、アクションとアップ用に分けて使用されています。マスク部分もアクションに使用されたタイプと、タイマーやフェイスオープンするギミックがあるマスクがありました。フェイスオープン時は、もちろん宮内博さんが演じていて、マスクを閉じた状態のスーツアクターは中村優さんが演じています。解決ズバットは、1976年12月末に雑誌の表紙を飾った石森章太郎原作のヒーローとして子供たちに紹介されました。この時期はまだ白いボディでゴレンジャーのようなベルトあたりまである短いマントをつけていてマフラーはありませんでした。ボディカラーも漫画では白いスーツとマスクとして描かれていますが、テレビ化のスポンサー的に眼部下には額の Z や耳の部分の Z が赤いカラーでしたが、逆にスーツが赤でZ のパーツが白いカラーに変更されています。胸の Z の黒い外側に黄色い V のラインが入ったのも赤いスーツになってからで、グローブやブーツは最初からブラックでした。無知でもあるズバット十字剣はデザイン画では左側のベルトに書かれていますが、これは演じるアクターに合わせて右に移行しています。解決ズバットは当初視聴者参加型の多次元番組、解決ズバットという企画と、太陽魔女からやってきた、地球監視員が友人の復讐のために戦う、探偵ズバットが企画されますが、タイトルは、解決ズバットで、内容は、探偵ズバットを、さらに、煮詰めて、友人の復讐のために、犯罪秘密結社奪還と戦う、さすらいのヒーローとして完成されます。ズバットの乗るマシンは、ズバットカーという名前で、セスナや、ゼ路線のようなフォルムのマシンでしたが、スポンサー玩具の影響だと思われますが、ズバッカーという名前になり、車が飛ぶ形に変更されていますけども、オープニングには、早川健が、セスナから降りてくるカットが先行して撮影したのか、使用されています。解決ズバットは、高徳から、ミニソフビと、タトラから、ペンダント型のソフビが販売され、ミドルサイズのソフビが、少し販売されています。高徳の、ジンクロン合金としても、ズバットとズバッカーが販売されましたが、いずれもあまり売れず、3月9日の第6話で視聴率 15.5% を獲得しますが、10% 前後をキープしつつ、3クールからは1桁が多くなり、数字が良くない場合でも、おもちゃなどが売れると続けられることもあるので、ズバッカーの露出などを希望しますが、ストーリーを重視して、
あまり登場や活躍することがなく、3回の再放送回を挟んで、3クール終了前の32話で打ち切りになってしまいました。ズバットの視聴者の年齢は、子供よりも高く、大学生などの視聴者が多かった、少し変わったヒーロー番組だったので、ズバッカーの登場が増えても、数字が上がったかは難しく、子供も、ズバッカーが欲しかったかというと、微妙なメカだった気がします。解決ズバットは、友人を殺された復讐という、重い設定なのに、変身前の対決の、その腕前は日本じゃ2番目だ、という、用心棒の特技を、超えて見せる部分は、コメディに近い要素があるくらいでした。変身後の格闘よりも、その対決が受けてしまったり、敵を締め上げて、お前だな、と、聞くという、真犯人探しも、当時としても、その差が仕方で大丈夫なのか、と思えるくらい、敵の用心棒は、ほとんどが海外にいたなどの言い訳をして、また、今回も違ったということになる、パターンも、それまでのヒーローとは異なる存在でした。放送終了後も、一部のファンには熱く支持された、異色の特撮番組で、ファンがパロディ作品を制作したり、放送から10年も経ってから、犬熊から6分の1サイズのズバットスーツが販売され、6分の1サイズのアクションフィギュアとして、特撮、アニメヒーローのリリースが続々となされる、最初のきっかけにもなりました。28年後、バンダイが、ソフビ魂のラインナップに、機械だが、ゴレンジャーの後ですが、シングルナンバーの、ボリューム9として、販売したのが、今回のソフビで、当時との比較するまでもない出来で、ズバットのファンに迎えられたため、バンダイは、限定で、オープンフェイスバージョンも販売しました。ズバットは、怪人などを倒し大爆発というような最後ではなく、基本的には警察に引き渡すために、ノックアウトするパターンのヒーローなので、必殺技ではなくて、得意技として、ズバットアタックという技を出します。初期は挟み込むような技でしたが、同じ技の名前でも、キック技として認識されるようになりました。そんな、ズバットスーツのジャンプ力を活かした、ズバットアタックをご覧ください。当時、解決ズバットは、子供の目にも予算が少ない感が明らかで、敵が怪人などではなく、子供には変わった格好のおじさんがほとんどで、2クール後の25話の次や27話と29話の次には再放送を入れ込みますが、玩具メーカーの離脱で32話という編成的にも異例な話数で打ち切りになってしまいましたけども、そのチープに見えてしまった部分も、ファンはプラスに受け取り、2.5 枚目のヒーローは、清井健介さんの曲と、水木一郎の、ズバット参上、ズバット解決の歌声とともに、いろいろな意味で記憶に残る、異色の変身ヒーローなので、28年後に、最新技術で復活させるラインナップに入っています。そんな、バンダイのソフビ魂、解決ズバットのソフトビニール人形の動画でした。それではまた次回は別のおもちゃの紹介でお会いしましょう。おもろかったわ、よかったわ、という方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ホビービルドプラスのブログサイトでは500点以上のおもちゃレビューや改良やメンテナンス方法などを紹介、様々なシリーズのラインナップリストなどを公開してますので、ぜひホビービルドプラスで検索してみてください。では、今回はこの辺で、またね、HBR9 でした。バイバイ。